皆さんこんにちは、セナです。このチャンネルでは日本の文化やしきたり、生活、歴史、日本のちょっと面白いことについて日本語で紹介しています。海外からの視聴者さんがいればぜひ CC 字幕をつけて一緒に楽しんでくださいね。皆さん今日はどうお過ごしですか？皆さんがいる国や町や地域の天気は今日はいかがですか？今日は日本の季節の行事についてのトピックを持ってきました。皆さんは十五夜という行事を知っていますか？ご存知ですか？十五夜というのは旧暦の8月15日に月見をする行事のことですね。月を眺めながら収穫に感謝をして豊作や健康を祈る行事のことですね。この風習は中国から伝わった中秋の名月が起源です。日本では古くから平安時代8世紀から11世紀の間にこの行事が日本から伝わって日本で独自に発展をしていきました。中国では中秋節といって春節の次に大きな大型連休じゃないかなというふうに思うんですが、あと韓国ではチュソクといって、日本のお盆に似たようなものというふうに聞きました。故郷に帰って家族と一緒に先祖のお墓参りをする、なんか2日か3日ぐらいのお休みというふうに聞きました。この韓国、中国では大型連休何か休みですね。しかし日本ではこれは祝日ではありません。仕事にも行くし学校にも行きます。しかし古くから代々大切にされてきた日本の行事です。この十五夜について今日はお伝えしようとお話をしようと思います。まず十五夜という名前は旧暦の仕組みに由来します。今世界ではカレンダーはグレゴリオ暦ですね、太陽暦ですね。この地球が太陽の周りを一周する動きに基づいてカレンダーが作られていますが、東アジア、日本、そうですね、もう元は中国、韓国、あとは香港、台湾、ベトナム、日本などでは、太陰太陽暦といって、月の満ち欠けに基づいて暦が読まれていたんですね。この旧暦の新月から満月までの15日ですね。この満月、一番月がきれいに見える日を十五夜というふうに呼ぶようになりました。現代のカレンダーではもう毎年日によって違うんですが、通常9月の末から10月の中旬ぐらいで、今年2025年は10月6日の月曜日が十五夜の夜、中秋の名月、チュソクですね。本来は農作物の豊かな収穫であったり豊作、また健康をお祈り感謝をする、習慣だったんですが、現代では特に月見として月をめでるですね、月を見て綺麗だなと思う習慣として代々受け継がれています。この月をめでるということを月見と言います。月見ってすごくロマンチックなことですよね。この月見の習慣として食べ物を用意します。月見団子とすすきですね。お月様に見立てたこういった団子を15個用意して三宝という器に乗せて神様にお供えをします。その時にすすきの葉をも一緒に飾りますね。すすきの葉はこの時の役割が神様のよりしろといって、よりしろというのは神様が宿る場所という意味です。日本では古来から宗教神道が信仰されてきました。神道の考えは偶像崇拝ではありません。自然崇拝です。自然崇拝というのは例えば大きな山を見た時であったり、穏やかに流れる川を見た時であったり、また立派な木を見た時なんかにここに神様が宿っていらっしゃるというふうに敬意を表す対象になったんですね。なのでこの時にすすきを備えることでここに神様が宿っているよりしろという存在を持ちます。このすすきも歯がすごく鋭くて魔除けになるという一説もあります。私がいつも思うのがすごく神道って便利だなというふうに思います。全部に神様が宿っているっていうわけではないですけど、自然を何か見た時にここはすごく神秘的だな、ここはすごく綺麗だ、ここに神様が宿っているという考えはすごく腑に落ちるというか、もう私は日本人としてこの考えが多分すごく染みついてるとは思うんですけど、すごく素敵な概念だなというふうに思います。これが日本の伝統的なお月見スタイルです。
私が小学校の時十五夜は祝日ではないので学校に行きました。そして給食を食べる時に、この日は月見団子ですねがよくあって一緒に食べました。この月見団子もなんかお餅白いのであったり、月に見立てた黄色のものであったり、また中がカスタードが入っていてとても甘いんですね。こういったものを食べたりして、あとは家に帰ったらお父さんお母さん家族が用意してくれているお餅を一緒に食べたりして、月を見ながら過ごしました。中国では月餅を食べたり、韓国ではもう少しバリエーション豊かなお餅を食べたりするというふうに聞きました。ところで皆さんは月の模様何に見えますか？皆さんが生まれ育った地域、国では月の模様が何に例えられていますか？というのも、日本では月の模様はうさぎが餅つきをしているように見えると古くから語り継がれてきました。この月を見るときに、模様がちょっと見えますよね。黄色ではないのでシルバーっぽい黒白っぽい色で、この日本語では月の海、海といって黒いところとあと白いところで模様が見えると思うんですが、これが日本では餅つきをしているウサギに見えるというふうに古くから語り継がれています。これをカナダにいた時に、カナダで生まれ育った友達に話をした時にすごく面白かったのを覚えています。私の英語も多分良くなかったんだと思うんですけど、多分月にウサギがいるって多分言ったんですね、私が。だから月にウサギが住んでるとでも思ってるのって言われて爆笑したことがあるんですけど、そうじゃなくて、日本では月の模様が、餅つきをしている、月の模様が餅つきをしているウサギに見えるということなんですね。これも面白くて各国で違うんですね。このアイデア、この考え方も古くから中国から伝えられてきたものです。しかし中国でもウサギが餅つきをしているんじゃなくて薬を作っているところというふうに捉えられているんですね。こういったように東アジアでは多分月の模様はウサギ説が有力なんですが、他の国を見た時にすごく面白いですよ。例えば南ヨーロッパではカニに例えられることがあるそうです。こういったように見た時にカニがピースをしてイエーイってしてる風にも見えなくはないんですが、このカニも意味があるそうで、南ヨーロッパ、地中海なんかの国では魚介類が食べられていますよね。なのでカニが大潮を招くようにという思いから結びつけられてカニになったとされています。また北ヨーロッパでは本を読む女性というふうに捉えられているそうです。確かに北ヨーロッパの寒い冬の日に暖炉の前でこうやって座って本を読んでいる女性のような風に見えるなっていう風に思います。南アメリカはワニであったり、また中南米ではロバに見えるそうです。中南米ではロバは農作物であったり人など移動する時に欠かせない大切な存在でした。なので月を見た時にロバを思い浮かべたり、そういったその人が住む地域とかいる風土なんかにも影響されて、月の模様がいろんな動物であったりいろんなものに見えたりするのがすごく面白いと思いました。私の中では20年間ずっと餅つきうさぎだったので、いろんな、見方があるというふうに知った時はとても驚きました。皆さんは何に見えますか？皆さんの国ではどんなふうに見られていますか？この月見は現代でも愛されています。例えば十五夜の前日なんかは天気予報のニュースなんかで、明日十五夜の夜は、雲がなく晴れ渡って綺麗な満月が見えるでしょうっていう風に引用されたり、また日本人におなじみなのがマクドナルドにある月見バーガーですね。月見バーガーといって、この卵を月に見立てたバーガーで、季節限定で8月末ぐらいから10月ぐらいまで月見バーガーが販売されています。ちょっと余談になるんですけど、日本のマクドナルドは季節限定の商品がたくさんあります。とっても楽しいし結構美味しいですよ。例えば、冬の間はグラコロといってグラコロバーガーといって、グラタンが入っているコロッケのバーガーとか、そのクリームコロッケ的なこういうのだったり、あとはまた冬のもので三角チョコパイといってチョコレートのパイがあったり、
こういったいろいろと季節限定でたくさん出ているものがあるので、一度日本に来た時マクドナルドを見てみてください。美味しいものに出会えると思います。この月見のように日本では何々見という娯楽がたくさんあります。例えば雪見ですね。寒い雪が降る日に真っ白い雪を見て、落ち着くであったり、あとは一番有名なのが花見ですね。花見を言うときはいつも対象が桜の木になるんですが、日本では3月末から4月上旬ぐらいが桜の季節になります。その季節に満開の桜の下で、みんなでピクニックみたいな感じでシートを敷いて、お酒を飲んだりご飯を食べたり、ちょっと宴会なんかをする時ですね。こういう娯楽遊びですねとか、あとはまた現代では紅葉狩りという言葉で親しまれているんですが、もみじみといって、日本では11月末ぐらいから12月ぐらいまで、木の紅葉を楽しむんですね。目で見て楽しむんですね。もみじの色が緑から黄色に変わったり、赤い紅葉であったり、そういうのを山とかお寺の近くとかに見に行って、自然を楽しむであったり、あとは見るだけではなくて聞くものもあるんですね。虫聞きといって信じられないかもしれないですけど、夏の終わりに鳴くスズムシとか、日暮らしの音を聞いて心が穏やかになるであったり、こういった何々見というものがたくさん日本にはあります。日本は古くから自然を愛して時間を作って自然と見つめ合うことを大切にしてきました。こういった季節の行事やこういった娯楽なんかもまたビデオにしていこうかな、皆さんにご紹介したいなというふうに思います。忙しい日々ですが、スマホやパソコン、テレビの画面なんかからも少しちょっと離れて、十五夜の夜に月をぼーっと眺めてみるのもいいんじゃないでしょうか。私は最近目が悪くなってきたので月の模様があまりよく見えません。なのでメガネを買って十五夜に備えたいと思います。今日のエピソードはここまでです。もしこのビデオがいいなと思ったらいいねボタンをお願いします。そしてまたチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次のエピソードで会いましょう。じゃあね。もう五条先生はもうすごく整った顔で、もう鮮やかな青い目。呪術廻戦の他のアニメと違うと思ったところが、ザ・かっこいいキャラがただかっこいいだけじゃない五条先生ですね。ワンピースのゾロであったり、ナルトのサスケ、見た目もかっこいいクールな存在、言動もクールですよね。もう五条先生はもうすごく整った顔で、もう鮮やかな青い目、すっごくかっこいいのに、なんかおどけて見せる表情であったり、言動であったり、冗談を言ったり、またその言った時に描き方、アニメのタッチが変わりますよね。すごくなんかシンプルになりません？なんかふにゃーんとした顔になるとか、それがなんかすごく他のアニメと違うところでなんか面白いなというふうに思いました。